身内の悪いところを隠してしまうという、ある意味パワハラなのかな。泣いちゃうんだけど、本当に辛い時期があったので。やっぱりな。なんか数年前からそういう噂はあったんで、だろうなって感じですよ。本当にかわいそう。なんならかわいそうだな。仕事だもんね。Hey guys and girls, welcome to Ask Japanese. This is your flashy fashion reporter Kathy Cat, and you guys might have seen the BBC documentary about the talent agency Johnny's and the scandal in which it has been involved, and a lot of things have moved over the last couple of weeks and there's been some updates, so let's hear it from the Japanese people on the streets of Tokyo what their thoughts are and what's going on. Let's go and Ask Japanese. ホットなニュースが来たね。自分の場合ツイッターかな、トレンドに入ってたみたいな。で、それを聞いた時にどう思ったんですか？まあでもだろうなって感じ。やっぱりな。なんか数年前からそういう噂はあったんで、だろうなって感じですね。タレントは悪いと思いますか？本当にかわいそう。なんならかわいそうだな。仕事だもんね。なんか応援したアイドルとかいました？そうですね。みんな結構好きで。ジャニオタです、ここ。のアイドルのファンとして今のことが起きて自分の世界には影響ありました？そうですね。まあ生活に影響があるかって言われたらないですけど、やっぱちょっと心の持ちようというか気持ち的にはちょっと悲しい気持ちもありますね。今後、まあ、いろんなスポンサーさんがこう、ちょっと切れちゃったりとか、いろいろあったので、やっぱり街中で見る広告が減ってって、あーみたいな、もう本当に、もうなんか、すごく悲しいんですけど、まあでも、それだけじゃないしなって思いながら、私は、オタクがついていけば、なんとかなると思ってるんで、まあ、被害者の方がいるのはもちろんですけど、まあ私たちは、まあ応援する姿勢は変わらないかなっていう感じで生きてます。大変だと思います。なんか、すごい、社名変更とかも含め、すごい時間がかかるんじゃないかなって、解決に思いますね。自分もアイドルじゃないですか。アイドルの世界で今大きな変化が起きてるじゃないですか。ですね。はい。遅いっすよね。動くのが遅かったっすね。もうちょっと早く、だって急にバタバタして今、急に動いてるじゃないですか。もうちょっと早く、認めてっていうか、見つかってっていうか、調べ、ね、広まってほしかったね、最初の。なんか何年か前に、なんか裁判かなんかやっていた時にもうちょっと広めた方が良かったのに、そこでマスコミが全然なんか広めれなかったから、大ごとにならなかったんですよね。いや、ここまでひどいとみんな気づかなかったんですよ。マスコミさんもそうだし、みんな周りの人もそうだし。ジャニーズのなんかグループ、一時期にサポートしたグループとかありますか？嵐、関ジャニ、カトゥー。その今のジャニーズに入ってるタレントをどう続けてほしいですか？どうなんだろう、あってしまったものは仕方がないというか、なんというか。時間が解決するんじゃないかな、みたいな。なんか上が悪いだけで、下のその、所属してる子たちが悪いわけではないから、気にしないことはできないとは思いますけど、なんかこう、頑張ってほしいなとは思いますね。でも自分もアイドルだからやっぱりその世界でやっぱみんな頑張って自分の夢向かってるから、まあ、個人的になんか感じちゃうじゃないですか。みたいな。いや、だから隠蔽体質が良くないですね。やっぱり隠しちゃった。身内の悪いところを隠してしまうという。ある意味パワハラなのかな、わかんないけど。強すぎて誰も声上げられなかったのかなとか。そう多分力がありすぎたのかな、影響力というか。アイドルの世界はどう変えてほしいですか？どうみんながもうちょっといいことになりますか？上の人がアイドルさんに迷惑かけないでほしいですね。アイドルさんが今大変ですよ。アイドルみんな大変だし頑張ってるし、だから上の人はちょっとね、マシでいてほしい。そうです。一応いろんな会社が今ジャニーズと一緒の契約をなしにしちゃったじゃないですか。でもそこを受けてしまうのはやっぱり頑張ってるタレントさんじゃないですか。なのでどう思いますか？それする必要性あるのかなとは思いますけどね。まあ評判的に日本はそういうのすぐ毛嫌いしますからね。なんか世というか世間というかをすごい気にしてるんだなみたいなのはすごいひしひしと感じますね。それぐらいジャニーズはでかすぎてたんですか？会社としてはもうめちゃくちゃに大きい会社だから。日本のトップだもんね、ジャニーっていう。エンターテインメントのトップだったからこそ言いづらかったんですか？表面化しづらい。
中でなんか問題があっても、その中で終わっちゃうことだから、その表にわざわざそういう話が出てこない。BBC が来て、ちょっと表に出しちゃったって感じですね。わかんないですけど。日本の学校と会社もそんな感じなんですか？そんな感じです。まず中で解決しようとして、もう中で終わっちゃうって感じですか？ですです。大体終わるって感じですけど。そうですね。まあ、被害者の救済っていうのはやっぱり一番大事なところだとは思いますけど、でもやっぱり被害者ばっかりに目がいってタレント側に誹謗中傷があるのにそれを無視するっていうのは良くないなと思いますし、でそれでタレントが傷ついてるのを無視するメディアも良くないかなとは思いますね。いろいろ解決していかなきゃいけない問題がたくさんあると思うけど、ファンとしてはもうこれは時間が経つのを待つしかないかなっていう気持ちなので、何かこう言われて言い返しちゃうと同じじゃないですか。そうだからもう何も言わないで今はそっとしておこうと思って、応援する気持ちだけ持っていようかなっていう感じです。まあ本人自体はね、アイドルたちみんな頑張ってるんですもんね。アイドルたちは悪くないし、アイドルの中にも被害者がいるわけで、それをやっぱり一概にタレントだからどうこうっていうわけにはいかないのかなと思いますね。アイドルに救われたことはありますか？あります。なんかライブの最後の方に、次会えるまで生きててねっていう風に言ってくれて。泣いちゃうんです。泣いちゃうんだけど、本当に辛い時期があったので。辛い時期があったので助けられたなと思います。やばい、私も泣きそうになる。私も今すごく夢があって追いかけてるものがあるので、諦めなかった気持ちとかが今こうデビューして努力が結びついてるのを見てすごく元気をもらってます。インスピレーションみたいな。はい、そうですね。頑張ったこう過程を見て自分もこうなりたいなって頑張ろうって思っていつも見てます。じゃあやっぱりみんなね、タレントたち頑張って続いてほしい。そうですね。もちろんそれは。そう、一番大変なのはね、アイドル本人とファンたちですよね。そうですね。もう本当だってね、メンバーの子たちはやるせないと思いますよ。もう私たちは別に報われなくてもいいので、彼らが幸せでいてくれればもう何でもいいんで。輝いてほしい。輝いてほしいです。This is a really, really up-to-date topic right now because a lot of things are currently moving. Everything has just been happening in the last couple of weeks. One thing that the Japanese people said off camera as well is just how interesting is it that this would have never really been brought to light if the BBC, if the other world, the Western world, hadn't made a documentary about it, brought it a bit more to light, and kind of that added pressure led people to investigate more and to change things. And those changes are happening right now. Thoughts? Let us know in the comments down below. Also, this is another video about life in Japan and what Japanese people think. Thanks so much for tuning in, and I'll catch you soon on Ask Japanese.